マルチタスクはダメだよって話をしたいと思います。やっぱり一つ一つ一個一個潰してった方がいいです。マルチタスクダメだよっていうのはね、例えば2つのことを人は同時にやろうとすると2分の1になるわけじゃないんだよって話。絵が上手くなろう、そしてそれでお金が稼げるようになろうって、これいきなり同時は無理ですよ。例えばですよ、アニメ習得の課題で、正面の顔をね、一番最初の課題はそうなんですね。キャラコース正面側ね。でそこにですね、ウインクしてみたり、スマホを持たせてみたり、手とか書いて、やっぱりいろんなものを盛り込んでいかないと、せっかくね受講料ね払ってんのにもったいないじゃないかと。やる気のある方結構毎年いらっしゃるんですけど、大体こういう人崩壊してきます。自分でハードル上げて、結果1も取らず2も取らずになるというやつですね。正面の顔ってそんな簡単じゃないです。正面の顔だけを描こうとしても最初の課題だから簡単だろうと思ってちょっと複雑に難しくするじゃないですか。気づいたら手が描けない、手の関節がおかしいな、スマホの向きってこれでいいのかな、これ正面顔っていう、顔正面って課題ですよねって、なのに気づいたら指の関節とスマホの向きの方ばっかり気になっちゃって、顔の正面っていうのがどっか行っちゃうんですよ。こういう人多いです。すいません、塾生さんでいっぺんに同時に難しいことはできないんですよ、人は。なので一個一個確実に着実に、能力を上げてってる人がやっぱり上手くなってます。そういう人は要するに狙いがですねはっきりしてる人とそうじゃない人に分かれちゃうんですよ。狙いがはっきりしてるっていうのは、これを上手くなろうっていう人ね。最終的にですね、皆さんどこでつまずくかっていうと、基本的な素体でやっぱうまく書けないんですよ。マルチタスクは A と B をやったらですね、2分の1になるわけじゃないんです。片方が4分の1になるんです。例えばですよ、 A と B っていうのをやりますと、その場合ですね、 A から B に移った時にいきなりトップスピードで B の仕事できますか？ちょっと最初さYouTube 見ちゃったりするじゃんでそれでちょっとずつ書き始めっかみたいな感じで、そしたらちょっとずつ書き始める方が書いてる方が楽しくなってきて、気づいたら絵描いてるとかねよくないですかなので、1時間ぐらいやっぱりさ集中するのに時間かかるじゃないですか。僕絶対やらないことにしてることがあります。1日にこの3つやら4つやら今後やりたいこと、やるべきことのタスクを絶対混ぜない。1日にやること1つにしてます。例えば事務作業があるっていうんだったら、もう午前中に全部終わらせて午後は添削だけするとか。上手い人ってなんで量をスピードで書けんのって。それはもちろん、能力が高い、今までたくさん書いてるからなんだけど、もう一つ実は理由があります。何かっていうと、毎日そればっかやってるからだよあなたみたいに他の仕事とか学業をせずにずっとそれだけやってんの。そうすると2倍3倍4倍ってね、だんだんスピードがですね、等比級数っていうのは2、4、8、16っていうの2の2乗ってやつね、2の N 乗ってやつですね。2の N 乗で上手くなるんですよ、人って。何かに一つに絞った場合だよ。で僕必ずですね、新人アニメーターの方とかで原画のバイトとかしてる人とかに絶対やるなって言ってるんですけどこれなんでやるなって、もう今日の話のドンピシャです。動画やってる人が原画やったら、動画っていうセクションの仕事、トレスとか中割りっていう脳みそと、原画って言ってレイアウトを描くっていう脳みその使い方って結構だいぶ違うんですよ。なのでそれをある一定時期に混ぜたら上手くなるもんもならないんですよ。だから動画の時期はもうとにかく絵をきれいにねトレースするとか、その間の絵を入れるとか似せるとか、それ基礎固め土台作りの時期なんですよ。なのにその時期にチャカチャカ原画とか撮ってたらトレースはできないし、キャラクターも似せられないし、ってことは原画になってもうまくできないしみたいな、非常に時間がもったいない、能力が2分の1になるんじゃないんですよ。4分の1になるんですよ、その時期。だから話戻るけれど、もうせっかくアニメ習得受講したんだから、あれもこれもそれもどれもいっぺんに上手くなろうというのはですね、結構厳しいです。そして僕ね、原画マンの養成をしてた時に、現場に入る前の、子たちを鍛える場所があって、そこから出てきた人たちは実際の原画としてできるように教え込みみたいなことやってたんですけど、1年ね勉強してきたにしたら微妙なんだよなみたいな話が現場から流れてきてて、
それでなんかテこ入れみたいにして僕がやってたんですけど、でそのカリキュラムを見せてもらったんですよ。月曜日はトレス、水曜日は、レイアウトで、金曜日はデッサンみたいな感じで、こう曜日曜日で違うんですよ。1日に1個ずつやっていくんですよ。要するに学校の授業みたいな感じです、どっちかっていうと。でね、歩き走り振り向きとか悪くないんですよ、内容も。で先生も一流なんですよ。なのにその子たち微妙なんですよ。でその子たちが本当にポテンシャルが低いかっつうと、だったら試験ね受かるはずないんですよ。なんでって言ったらですね、毎日バラバラなことやってるからですよ。だからある一定期間トレスだけするとか、ある一定期間レイアウトの空間だけ考えるか、ある一定期間これだけやる、あれだけやるっていうですね、まさにアニメシルクのですね、顔だけ3ヶ月やる、全身だけ3ヶ月やる、キャラクターだけ1年やる、かかるってそのぐらいね。アニメシルクの課題緩いように、他の専門学校とかに比べて全然緩いように見えますよ。だけどあれちゃんとやったら、というか皆さんちょっと思い出してくださいって考えてもみてください。あなた3ヶ月前と今でキャラクター劇的に別人ほど上手くなってますか？半年前から今で全身が何も見ないで描けるようになりましたか？なかなかそんな成長を望めないでしょ。そんなに人ってそんな簡単に上手くならないんですよ。専門学校で教えてることね、実はねそんなに内容悪くないんですよ。だけどレベルに合ってないんですよ、ほとんどのおそらく専門学校生に。中高生の時にもうガチンコでずっと絵描いてきたような子からしたらいいカリキュラムかもしれないけど、現実にそれを吸収できるだけの能力が本人になければできないでしょ。だから皆さんやろうとしてるのはですね、まだ全然書いたことあんまり書いてないのにアニメーターになりたいって人はですね、まだ九九やってんのに美石やろっかみたいな話なんですよ。いやそれは無茶だぜって話。勉強嫌いになって終わりますよそれ。そのものが嫌いになって終わります。僕は結構数学好きだからこれ数学で例えてるけど、数学も本来は面白いんですよ。複利計算っていうのがあって、複利計算って 1.01 倍ってやつね。要するに努力ってやつですよ。毎日 1.01 倍すると37倍になるらしいんですよ、複利すると。で逆に言うとですよ、この逆で毎日 99%1% ずつ頑張んないとどうなるかっていうと、すごい目減りするんですよ。だからほんのちょっと頑張る、ほんのちょっと昨日の自分よりもほんのちょっとだけ成長するってことを繰り返す、この複利計算的な発想、1日1体かけない角度のねポーズをかけるようになるとか、そういうことですよね。そのの積み重ねってすごいでかいんですよ。だってそんな1日で上手くなるなんてことないですよ。これ複利計算で3ヶ月で変化したらすごいですよ。半年で変化したらすごいですよ。1年で別人のように上手くなってたらいいじゃないですか。今日明日で別人になろうとしてる人間って絶対1年後に変化しないんですよ、そういう人って。今日の結果を求めるから、結果としていろいろやろうとして明日やんなくなって終わるんですよね。いきなりやろうとしてやめる、いきなりすごく上手くなろうとしてできないからやめるを繰り返すから、これ何かというとマルチタスクだよって話ね。いきなりあれもこれもそれも得ようとした結果何も得られずに時間だけが過ぎていくというですねことが多いんですよ。なのでまず最初の課題、顔正面が上手くなるようになってください。なんだけどみんななんかやろうとすんだよ、なんかすごいことをね毎回。その結果何にもなれずに終わってしまうんですよ、大体みんな。そうもったいないです非常に。でアニメシレクトがまあそうなんですけど、これがこうできてないのでこれからやりましょうって俺大体言いますもん。これね自分が思ってるよりも絶望的に基本的なところができてなかったりします。だいたいそのぐらいに思っといて、まあ間違いないです。例えばゴルフだったら立ち方から間違ってる、グリップの持ち方から間違ってる、そもそも最初の基本の部分から間違ってますとまず思っといて、だいたい間違いないです。この手の技術技巧の話ってプロとアマチュアというかその素人ので何が違うのってスタートラインの取り組み方から全部違うかもしれないんですよ。逆に言うと自己流でまあまあやってんのになかなか上手くならない人ってそれなんですよ。でもまさに僕も自己流でゴルフ 3,4 年やったところでなんかダメだなって分かったのは、要するにインサイドアウトに打ってないからっていう、内側から外側に打つのがゴルフなんですよね。円軌道だから。
そういうのって分かんないですよ、やっぱり。なかなか YouTube 見ててもこれが基本なんですよ。でそのためには大げさにオーバーにそうしないと打てないんですよ。もうそれを絵に置き換えたらどういうことかというと、シンプルに見ようね、単純化しようねですよ。いつも僕が言ってるね、細部を見たら終わりですよ。うまく描けません。なるべく単純化しようっていうのがアニメシュークでよく言ってるじゃないですか。それがもう原理原則絶対なんですよ。俺ちゃんとね細部じゃなくて全体見てるよ。いや全然甘い、大体見てない、細かいとこばっか見てます。自分は大丈夫って思ってる人ほどできてませんというですね、自分に対する疑いとかいい意味での監視っていうのがやっぱね、これね非常に大事なんですよ。今まで頑張って俺5年10年書いてきたんだよみたいな、自分のスタイルで。だけど上手くなってないとすれば書き方が間違ってるんですよ。それをですね根本から見直さない限りですね、まず上手くなることはないんですよ。だって5年10年っていうですね長いスパンで書いてきたのに今のレベルなんでしょ。だとしたらですね、それはその5年後10年後も上手くなってない可能性があるどころか、変な癖がもっとね深くなるだけかもしれないじゃないですか。自分の考え方の癖を知る、弱点を知るっていうのでかなり人って強くなります。そこが自覚できてると、そこから逆算して行動できるようになるから。例えば僕だったらそのスタジオジブリで最初に教わった動画のスキルで、その延長線上でアニメシューク今もねやってるんです実はそうなので本当に最初僕動画ねダメだったしできなかったから、正直ね辛かったんですけど、あんまり得意じゃないことを我慢できたかっていうと、やっぱ将来の自分の未来像においてちゃんと動画ができるとか、ちゃんとした線が引けるようになるっていうスキルが、こののはアニメーターだってこういう絵の世界で生きていく上で、絶対必要だよねっていうのは分かってたわけですよ。そういうことは頑張れますよ、辛くても。だけどどうにかこれを獲得しようっていうくらいまでこれは必要だと思えないことは逆に言うと頑張れないですよ。やっぱ苦行だしつまんないししんどいですよ。でも大体ねつまんない苦行しんどいのはね、大体ね言葉悪いですけど下手だからですはい下手だと楽しさが分かんないんです。僕もそのジブリの動画なんで辛かったかというと下手だったからです。今だったらもうちょっと楽しめて描けると思います。下手だとね楽しめないんですよ。たくさんやったことあるものって楽しい。ゲームとかそういうのないですか皆さん。レースゲームマリカいっぱいやりましたって人はマリカ楽しいでしょ。だけど次あんまりやったことない人ってそんな楽しめないんですよ、そのゲームそのものが。それと同じように実は絵もそういうのね楽しめないです。それね描いたことないだけなんですよね。でその時にいきなり難しいものからいきなりは無理です。なのでちょっとずつハードルを上げてってちょっとずつ描けるようになるしかないですよね。アニメシルクの課題は一個ずつクリアしていけばちゃんと上手くなるように作られてますので、これは何なんだろうっていうのをちゃんと読んでください。雰囲気じゃなくてちゃんとポイントを読んでください。でそれに対応するレポだったり、限定動画もありますので、まずそういうところからねやってほしいなというところで放送はここまでにしましょうかね。